本日は水質汚濁防止法について、その概要の説明をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。まず、法律の歴史を少し知っておきましょう。日本の郊外の原点は河川水の汚水から始まっております。鉱山を開拓する上でカドミウムなどの有害物質が発生します。その有害物質が河川水に溶け込みます。その水を農作物が吸い上げて、その有害な物質を含んだ農作物を人が摂取することによって、公害というものが今まで発生してきました。その悪い流れをなかなか断ち切ることができずにいたので、1970年に水質汚濁防止法というものが制定される、そういった歴史がございます。どんな法律かと申しますと、川、海などの水をきれいに保ち、畑、そして農作物、そして何より人の健康を守るための法律が水質汚濁防止法です。その具体的な方法として、工場、事業場からの排水に規制をかけ、河川、海岸に汚染された物質が流れ込まないように取り締まっております。本日最大のポイント、特に事業者さんに聞いていただきたいのが、ここに気をつけようということで、まとめた今回のポイントになります。ご自身の事業所または工場にこれから設置しようとしている施設がですね、法律の規制に該当するかどうかを必ず確認していただきたいと思っております。いくつか例を挙げておきましたが、その種類、非常に多岐にわたっております。ですので、薬品、洗剤、化学物質、こういったものを使用する、そういった施設を導入する予定がある事業者さんには、まず事前に確認を取っていただきたいと思っております。その施設が法律の規制に該当する場合にはですね、届け出が必要になってきます。都道府県知事に対して届け出をする必要があるのですが、その前にこういったことを考えておきましょう。一つ、有害物質の排出量を減らせるかどうかです。使用している医薬品を変えたりですとか、そもそもその製品を天然由来の製品に入れ替えるですとか、そういったことで有害物質の排出量を抑えることができれば、届け出の対象から外れることがございます。もう一つ、排水量が1日50立米を超えているかどうか確認してみましょう。排水量が50立米を超えてくる事業所、工場は、要求される排水の基準が多くなるのです。つまり、排水量を50立米以下に抑えることができれば、要求される排水基準も少なくなるので、届け出不要と、そういった状況になるというケースもございます。届け出の要否をきっちり見極めるようにしていきましょう。うちには対象施設を導入する予定がないから大丈夫だ。そう安心するのは実はまだ少し早いんです。なぜなら水を守る法律はたくさんあるからです。下水道法に始まり、お住まいの地域によっては、お近くの海や湖を守る
特別措置法も存在します。特にお住まいの自治体が出している条例については必ずチェックをするようにしてください。水質汚濁防止法よりも厳しい基準を設けている自治体が多いので、こちらは必ずチェックが必要です。最後にポイントを押さえて終わりにします。水を守るということは人を守るという、そういった法律であるということを覚えておいてください。そして、施設設備を導入する前に、必ず前に特定施設に該当するかどうかを考えてみましょう。導入した後ですとか、勝手に施設を導入して、実は届け出が必要だったということになってしまえば、罰金が発生してきますので、必ず前にチェックするようにしましょう。特定施設に該当するかどうかを考える上で、いろんな疑問が出てくると思います。うちの施設は該当するのかどうか、何が有害物質なのかどうか、そういった疑問が発生する場合は、必ず事前に役所や行政書士に相談するようにしましょう。以上をもちまして、水質汚濁防止法の説明を終わりにします。ありがとうございました。